最近は大きな取り物もなく静かだと思っていたのだが、これは何の目的だ。そこに誰かいるのだろう。俺は逃げはしない。ここに出てきて俺を見張る理由を教えてもらおう。出てこないつもりか。ならばこちらから。待ってください。君は相馬くん？やはりすぐに気づかれたか。さすが山崎だ。気配から一人かと思っていましたが、斉藤さんまで。これは一体どういうことですか？すみません、変な意味はなくて、ただ山崎さんの働きを観察しようとしていたんです。俺の働き？観察方のものならまだしも、局長の故障の君が？俺がそうしてみるように勧めた。しかし早々に見つかってしまった以上は、直接本人に教えを請うのが効率的だろう。お二人とも一体何の話を？山崎さん、どうか俺に仕事を教えてください。白鸚記深海遊戯録店舗特典ドラマ CD、 教えてください山崎さん。つまり小姓としての役目を全うする上で、他の大使がどのような仕事をしているのか知りたくなり、観察方の仕事を試してみようと思った。そういうことでいいか、相馬君。おっしゃる通りです。局長好きの小姓として日々努力はしているつもりですが、俺はまだ新選組のことをよく知ってはいません。そんな時に斉藤さんに声をかけていただいたんです。相馬が真面目に努力しているのは知っている。時が経てば分かってくるとは思うのだが。それまで待っているのも惜しい。早く役に立ちたいか。はい、ご教示を願えないでしょうか。何か少しでも。山崎さん。いや、少し懐かしくなっただけだ。俺にもそのように焦っていた時期があったんだとな。よし、俺でよければ教えよう。ありがとうございます。それならば俺も同行して構わんだろうか。斉藤さんもですか？それは問題ありませんが。俺も巡察の途中で相手を尾行することがあり、観察方がどのように職務を遂行しているのか興味がある。改めて勉強させてもらおう。そういうことでしたらこちらこそよろしくお願いします。日頃は観察方と一口に言ってはいるが、実際には2つに分かれることは分かっているか？そういえば組織図に。すみません、おさらいさせてください。患者として外部組織に入り込んだり、単独にて外での情報を集めたりするものを諸子調べ役という。そして体内において大使の素行を調べるものを観察と呼ぶ。山崎はそのどちらもこなす観察方の要だ。諸子調べ役に観察と改めて聞くと、山崎さんってやはりすごい方なんですね。あまり声高に言わないでくれ。慣れていない。でも大使の素行調査って。大使としてふさわしい行動をしているかどうか、不正はしていないかなどを影から見ているということだ。というとこれまでの俺のことも。現状君は問題ない。そうですか。大使が200人近くもいると、中には大気にふさわしくないものや不満や範囲を表に出して示す者もいる。なるほど、確かに分かりやすくされている方もいますね。そういうものが体内の不和を助長するようでは困る。それゆえに観察は
そのようなものを未然に取り調べるのだ。それを言うのなら、いつもの賑やかなお三方ももう少しそこを改めてもらえると助かるのですが。二人ともここで。噂をすればだな。あれは長倉さん？他にも何人か？せっかくだ、相馬くん。基本の一つ、密偵訓練といこう。俺が一度手本を見せる。その後君は彼らに気づかれぬよう会話を聞いてくるんだ。はい、頑張ります。そろそろ市販時か。しかしいきなり実践をさせるとは、山崎もなかなか大胆なことをする。長倉さんなら初回に適任でしょう。あの方たちは殺気でない限りほぼ無視していますから。これが掃除あたりであれば、すぐに刀を抜かれ詰問されているところだ。いえ、斉藤さんも大概です。瞬く間に尾行を巻いてしまうじゃないですか。それはない腹を探られるのはいいものではないからな。確かにおっしゃる通りですが、こちらも仕事ですので。相馬、追われているのか？誰にって、沖田さん、いつの間に。すみません、タイがあったわけじゃないんです。ちょっとだけ密偵の仕事を実践しただけで。沖田さん、本当に勘弁してください。不測の事態だ。助けて離脱させますよ。相手が悪すぎます。掃除は俺が何とかする。あんたは相馬を連れて逃げろ。先ほどはありがとうございました。気づいた時には沖田さんが後ろにいて、本当に死ぬかと思いました。死ぬというのは大げさだが、刀を突きつけられ半死半生にされていたのは確実だろう。沖田さんが近くにいたのは計算外だったな。出会ってしまったのならば仕方がない。さあ、気持ちを切り替えて次に移ろう。目的はあの部屋だ。ここからは静かに。次は何を？この書状とあの部屋に置いてある書状をすり替える。ただすぐ隣部屋に人の気配がある。気取られてはならない。情報を錯乱させるための工作訓練というわけか。うまくすればこちらは無傷で相手を一斉に捕獲することも可能だ。そんなすごいことが書状一通で。では早速。ああ、くれぐれも慎重に行ってくれ。無事に部屋には入りましたね。ああ。ところで隣部屋にいるというのは一体誰だ？ええ、その方は昼は寝ているはずなので大丈夫なはずです。斉藤さん、山崎さん、すみません、無理です、あんな場所。部屋に入った途端、隣の部屋との隙間から誰かがじっと見つめていて、不気味な笑い声がずっと響いてきてるんです。笑い声？見つめていた目は赤くなかったか？はい、もう人のものとは思えないようなものが。もしや隣にいたというのは。しまった、起きておられたのか。山崎、先に行け。ここは俺が。申し訳ありません。少々お願いします。相馬くん、こっちへ。この訓練は取りやめだ。急げ。お休みの最中お騒がせしました。これには訳が。さっきのは一体。目の錯覚だ。ですが確か総長と。幻聴だ。そうですか。それにしても。どうした？
観察方は普段はあまり目立ちませんが、とてもすごい才能を持った方々なのだと改めて思ったんです。俺では到底務まりそうもありません。すごい才能というのは違う。最初からできる者などいない。我々観察は努力を重ねて自分の技量を上げ、常に新選組のためにと陰ながらに動く。君がすごい才能と思う技術は我々の努力の形なのだ。やっぱり山崎さんはすごいです。皆さんから信頼されているのも納得いきました。だからあまりそういうまっすぐすぎる目で見ないでくれ。しかし君を見ていると、どうやら観察方のような影よりも表の役職の方が似合いそうだ。確かに陰で隠密業務をしているより、表にいてはつらつと行動している方が相馬らしい。そうですか。その言葉はありがたいです。できるなら何か一つでもちゃんと得得したかったですが。機会はまたあるだろう。さて、今日の訓練はここまでだ。相馬くん、最後に何か聞きたいことはあるか？聞きたいこと。それなら山崎さん、最後に一つだけよろしいでしょうか？ああ、答えられることなら答えよう。畳返しとはどんな技なのでしょうか？君はその名前をどこで聞いたんだ？先ほどの密偵訓練の時に長倉さんたちが話していたんです。何でも山崎さんの最強奥義だとか。あの人たちは余計なこと。いや、相馬くん、あれはだな、奥義とかそんな大層なものではなく、何故謙遜することがある。あの技ならば確かに最強奥義と言えよう。よければ俺にも教えてくれ。剣術に応用が効くかもしれぬ。斉藤さんまで何を言い出すんですか？お願いします、山崎さん。俺からも頼む、山崎。二人とも顔を上げてください。わかりました。教えますから。本当ですか？ありがとうございます。ただ他言無用でお願いします。心得た。では俺の後ろまで下がってください。王に畳み返し。今のが畳み返しです。すごいです山崎さん。何の器具もなくどうやって？ぜひ方法を教えてください。これなら室内の戦闘で防御に使えるな。敵を足止めすることにも有効か。はい、やり方としては手のひら一点へと力を集中させて、一気呵成に畳の端に叩きつけます。その時に反動で浮き上がった縁を引き上げます。こうですか？畳み返し。あれ、全然浮き上がらない。一朝一夕にできるものじゃない。俺も随分かかった。もう少し手のひらに力を集中させるんだ。微動だにしないです。熟練の感覚が必要か。よし、俺も挑戦してみるとしよう。手はこの辺りだったな。はい、重心はもう少し前の方がいいかと。分かった。では参る。奥義畳み返し。まさか。なるようになるものだな。斉藤さん、さすがです。たった1回で成功させるなんて。いや、常時うまくいくとは限らん。もっと精度と速さを向上させていかねばなるまい。やはり新選組はすごい方々の集まりなんだ。俺も追いつけるよう一層努力しなくては。ああ、励むといい。稽古の相手ならしよう。しかしこうもあっさりとやってみせられては自信が。どうした山崎？いえ、自分もまだまだ修行せねばと思った次第です。共に精進しよう、相馬くん。はい、よろしくお願いします。
相馬和恵、梶裕貴、斉藤はじめ、鳥海浩介、山崎進、鈴木孝之、